脊髄損傷などで体に麻痺がある人は、褥瘡のリスクというのが高くなります。褥瘡というのは床ずれと言ったりしますが、それができてしまうと普段の生活が難しくなって、車椅子に乗れる時間が短くなったりとか、悪化すると病院で手術を受けなくてはいけない場合もあります。それで本当に厄介なのが、治るのにとても時間がかかるということで、お尻にできてしまうと状態によっては数ヶ月うつ伏せの状態で過ごさなければいけなかったりとか、普段の生活に大きく影響してしまうので、褥瘡というのは本当に厄介なものです。それで僕の場合はお尻にはできたことはないんですが、足の裏に褥瘡らしきものが数年前からできていて、これも本当に厄介で、車椅子のフットレストに足を長時間乗せていると、変な汗が出てきて、体の調子が悪くなってしまうので、いちいち移動するとき以外は足をフットレストから外して、対処をしています。これが僕の場合は足の裏なので、その程度で済んでいるんですが、お尻にできてしまったことを考えると、本当に大変なことになるなと感じていて、本当に褥瘡は怖いものだと肌で感じているので、同じように体が不自由で褥瘡のリスクが高い人は甘く見ないで念入りに予防するということをお勧めします。ということで今回は褥瘡についてなんですが、褥瘡の予防方法というのは人それぞれあるかなと思うんですが、今回は車椅子生活を十数年している僕の場合の褥瘡の予防方法というのを5つほどピックアップしてみたので、それを紹介していきたいなと思います。もしよかったら参考にしてみてください。褥瘡の予防方法、まず一つ目は目視を怠らないということなんですが、褥瘡のリスクが高い脊髄損傷などで下半身が麻痺している方は、麻痺で痛みがわからないので、褥瘡になりやすい部分は目で確認する必要があるかなと思います。できれば毎日寝る前にベッドに横になった時に、体の皮膚の状態を確認した方がいいかなと思います。見えにくいところは鏡をうまく利用すれば見ることができるので、特にお尻は赤くなっていないかとか、皮膚の状態を毎日確認した方がいいかなと思います。褥瘡はできてしまったら終わりなので、できる前の段階で対処していくっていうのが大切で、もし皮膚が赤くなっていたら、車椅子に乗る時間を減らしたりとか、プッシュアップを頻繁にするなどをして、対処していくことで予防することができるかなと思います。それで対処していって、赤みが消えて通常の皮膚の状態になったら、それを継続していくといった感じで、とにかくできるだけ毎日皮膚の状態を確認して、変化を見逃さないということが大事です。ということで、脊髄損傷などで下半身が麻痺している方は、自分は痛みがわからないということを自覚して、目で確認するということを怠らないということが大事なのかなと思います。次に皮膚の清潔を保つということも大切で、脊髄損傷で下半身が麻痺している人は、排便排尿の障害もあって、たまに漏れてしまったりとかするかなとは思うんですが、そういった時に尿や便で皮膚が荒れてしまわないように注意する必要があるかなと思います。そうやって皮膚が荒れて状態が悪いと、それで褥瘡のきっかけを作ってしまうので、そういうトイレ関係で汚れたらもちろんなんですが、しっかりと洗って皮膚の清潔を保つことは大事かなと思います。あとは皮膚の乾燥や蒸れというのも皮膚が弱くなって褥瘡のきっかけを作ってしまうと思うので、乾燥したら保湿クリームを塗るとか、蒸れていったら、特に車椅子を乗っていると股間の部分が蒸れる時もあると思うので、下着や着る服を変えてみるとかをして、または寝る時に通気性を良くして寝る体勢を考えてみるとか、そういった感じで対策することが必要かなと思います。そうやって皮膚の清潔を保って乾燥や蒸れにも
気をつけることが褥瘡の予防になると思います。そして3つ目の褥瘡の予防方法は働きすぎないということです。仕事が忙しくなってくると、仕事を優先しすぎてどうしても体調管理を怠ってしまうということがあると思います。僕の過去の経験でも仕事が忙しくなってくると体に異変が起きて、褥瘡に限らず体調が悪くなって、それでも無理して働いて、その結果仕事ができないくらい悪化するということが何度かありました。それで体調が悪くなって数週間仕事ができないとか、または褥瘡を作ってしまうと数ヶ月入院しなければいけない場合もあるので、一気に仕事に穴を開けてしまって、いろんな人に迷惑をかけてしまうことになりかねないので、本当にそうなる前にほどほどにして無理をしない方がいいと思います。でもどうしても仕事を頑張りたい時期っていうのがあって、その気持ちはすごくわかるんですが、ただ、そういう時に限って、体調が悪くなったり、褥瘡の危険が迫ってくるので、そういう時が危険だということを覚えておいた方がいいかなと思います。ということで、仕事をするためには、まずは褥瘡を作らずに健康でいるということが大事なので、個人的には仕事は体のことを考える余裕を持てる程度にする方がいいかなと思います。次に変な汗が出たら注意するということなんですが、脊髄損傷の人は体が熱い時以外でも膀胱に尿が溜まった時などに自律神経が働いて汗が出るということはよくあるかなと思います。ただそういった場合以外に熱くもないのに、膀胱に尿も溜まっていないのになぜか汗が出る場合というのは、褥瘡を疑った方がいいかなと思います。それは僕自身、過去の経験から学んだことで、というのも僕は今現在も足の裏にイボみたいな褥瘡のようなものがあるんですが、それに気づいたのもその変な不快な汗がずっと続いていたことで、いろいろ体を調べた結果、足の裏のそのイボみたいなものが原因だということにやっと気づくことができたからです。それまでは汗が出るイコール膀胱の問題としか認識していなかったので、当時は膀胱の調子が悪いんだなと、ばかり思っていたんですが、そういった褥瘡やその他の問題が体に起こった時でも、自律神経が働いて汗が出るということをその経験から知ることができました。ということで変な不快な汗が出るというのは、体のどこかに異変が起きているということなので、その原因がわからない場合は、褥瘡を疑う必要があるかなと思うので、ぜひ気をつけてください。最後に僕が普段行っている寝ている間の褥瘡予防を紹介したいと思います。と言っても実はそんなにいろんなことはやっていなくて、まずマットはモルテンのソフィアというタイプのものを使っています。あとは足のかかとやくるぶしが長時間寝ていると赤くなるので、それを予防するためにムートンのマットを足のあたりに敷いています。ムートンは通気性もあって蒸れないし、褥瘡予防には最適だと思うのでおすすめです。それであとは寝る体勢は横向きで寝ています。この体勢で5、6時間はぐっすり寝て夜中に体変換のために起きるということはないです。初めの頃はいろいろと夜中に起きて体変換をしたりとか、背中に枕を入れたりとか足元に枕を入れたりとかしていたんですが、だんだんと皮膚の状態を見ながら余計なものは減らしていって、今の結構シンプルな褥瘡予防だけで済んでいるといった感じです。人によって褥瘡ができやすいできにくい人それぞれあるかなと思うので、これが正解というのはないかなと思うんですが、ただ睡眠をしっかりとるというのは体の健康と精神的な健康にもつながると思うので、できるだけ手間がかからないように皮膚の観察をしながら徐々に手間を減らしていった方がいいかなと思います。
ということで今回は、僕が普段行っている褥瘡の予防方法を紹介してみました。本当に褥瘡はできてしまったら終わりで、生活の質が一気に下がってしまう本当に厄介なものです。本当に怖いものなので甘く見ずにしっかりと念入りに予防していくことが大切だと個人的には思っています。今回の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。といった感じで今回の動画は以上になります。この動画の感想などぜひコメント欄に気軽にリアクションしていただけると嬉しいのでぜひよろしくお願いします。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。